ゾーンプレート写真はピンホール写真と同じレンズレス写真です。ピンホール写真よりボケて見えるとよく言われます。しかしこのチャンネルではゾーンプレート写真はソフトであるけれど、実はピンホール写真よりはずっとシャープな写真であるということを見てきました。ここでもう一度ゾーンプレート写真の特徴を整理してみましょう。まずピンホール写真と比べます。ピンホールカメラには焦点がなくて光を収束させませんが、ゾーンプレートには焦点があって、ピンホールカメラよりもずっと大きなゾーンプレートの面に入ってきた光を収束させて一点に集めて像を作ります。このためゾーンプレートはピンホールに比べてとても明るく、レンズ付きカメラと同じように速い動きの被写体も撮れるし、三脚の出番も少なくなります。別の動画で説明するように、ピンホールよりソフトな雰囲気でシャープな画像を撮ることができます。その上ピンホールと違って焦点がはっきりありますから、望遠写真やマクロ写真をレンズ付きカメラで撮るのと同じように撮ることができます。次にレンズのついた普通のカメラと比べてみましょう。カメラにおけるレンズの働きは、光が通過するレンズを構成する透明物質が担っています。これに対してゾーンプレートでは光は物質が何もない隙間を通りますから、その働きは物質そのものではなくて、光が通る隙間の幾何学的な形が担っているということができます。ゾーンプレートを作り上げている物質は光を遮る役目を果たしているだけなので、ある意味レンズの場合のようには重要ではないと言えます。このようなわけでゾーンプレートはレンズに比べると軽くて小さく、そして安いということになります。もう一つ重要なことは、レンズに比べて波長分散がとても大きいということです。普通のレンズで言えば極端に大きな色周差があるということになります。このことは別の動画で扱います。他に何か大きな特徴はないでしょうか。花畑などで花を中心に撮ったゾーンプレート写真によく見られるのが真っ黒な背景です。さらに被写体の花の色が透明感のあふれる鮮やかな色に映ることもよくあります。これらは光源の種類とか光の当たり方にもよりますが、ゾーンプレート写真の大きな特徴であると思われます。この動画ではこの点について写真を撮って考えていこうと思います。これは和歌山県の熊野本宮大社で撮影した狛犬のゾーンプレート写真です。背景は真っ黒に写っています。昼間の撮影ですから、目で見た時にはもちろん背景の景色がはっきりと見えました。庭に置いてある水がめの中の睡蓮の花のゾーンプレート写真です。花弁は透明感のある美しい色に撮れました。今まで見てきたようなゾーンプレートの特徴はどうして現れるのでしょう。まずレンズとゾーンプレートにおける光の干渉には何か違いがあるのか見てみましょう。平行光線がレンズの面やゾーンプレートの面に垂直に入射して収束して焦点に集まるときに、
光の位相の関係はどうなるのでしょうか。レンズの場合は上の図のようにレンズ表面のどこに入射した光も全く同じ位相で、しかも遅延することなく焦点に集まって建設的干渉を起こします。レンズの外の方の長距離ルートを通る光の遅れはレンズ中心近くの厚い部分を通る光の速度が遅くなるということで打ち消されるのです。ゾーンプレートの場合は確かに透明ゾーンを通ってきた光は皆焦点に同じ位相で集まって建設的干渉を起こします。ただし外側ほど光が通ってくる距離が長い上にレンズのように透明物質が光の速度を遅くする効果もありませんから、通過地点が外側の透明ゾーンに移るたびに1波長ずつ遅れた波が到着しています。下の図のように同じ位相の光ではありますが、通ってきたゾーンが外側のゾーンに移るたびに波長の整数倍だけ遅れた光が焦点に集まってきているのです。それではゾーンプレートの焦点に集まる光のように位相は揃っているけれども、波長の整数倍だけ差がある位相の光の波が集まってくると一体何が起こるでしょう。最初は一つながりの光の波、ハレンの長さが光の波長割る2×ゾーン数に比べて短いときどうなるか考えてみましょう。この場合はこの光の束が像を作る力が弱くなってしまいます。ちなみにハレンとは過干渉である波の部分なので、その長さをコヒーレンス長とも言います。それでは図を描いてもう少し詳しく説明しましょう。ゾーン数が9であるフレネルゾーンプレートで、平行光が左の方から入ってきてゾーンプレートの透明ゾーンを通った後で焦点に集まる様子を示しています。焦点は点ですから、この図の5つの光線は一点に集まりますが、ここではそれぞれまっすぐ進んで焦点の位置を通るように書いてあります。入射する光は振幅が1で長さが波長の4倍であるとします。その光が透明ゾーンを通り抜けて焦点に集まるときには、右側の図のように外側のゾーンを通ってきた光ほど遅れてくることがわかります。長さが4波長のハレンは左側にあるゾーンプレートの5つの透明ゾーンを通り抜けて焦点へと向かいます。この時、例えば第5透明ゾーンを通った光は第1透明ゾーンを通った光よりも4波長遅れて焦点に到達します。焦点には第1透明ゾーンを通った光の波が最初に到達して、第2、第3、第4、第5透明ゾーンを通った光がこの図のように1波長ずつ遅れて到達します。この結果、それぞれの光の波の山の部分が焦点に達するときの振幅の和は図の下にあるように1、2、3、4、4、3、2、1となり、光波の強度はこれの2乗となりますから、1、4、9、16、16、9、4、1となります。この場合、もしハレンの長さが4ではなく十分長ければ、常に波の振幅は5で、その強さは5の2乗の25となるはずですから、このように4波長分の長さしかない光波ではその強さが極めて弱くなっていることがわかります。この場合と同じく光波の長さが4波長であっても、レンズのように光波の間に遅れがなく焦点に到達する場合には、振幅の和5555となり、光波の強度は25、25、25、25となります。レンズに比べてゾーンプレートでは
ハレンの長さ次第で光の強度が大幅に弱まってしまうことがわかります。それでは逆にハレンの長さが光の波長割るにかけるゾーン数に比べて長い時にはどういうことになるか調べてみましょう。ハレンが短い場合は、先ほど見たように外側のゾーンを通った光が焦点に達するときには、中心のゾーンを通った光はすでに全部通り過ぎていましたが、ハレンが長ければこのようなことはありません。ゾーンプレートのすべてのゾーンを通る光が有効に利用されるわけです。この結果、レンズの場合と同様に明るさの落ちない像が得られます。ところが、全部のゾーンが有効に利用されていることは、今考えている光のスペクトル幅が狭い、すなわち波長があまり違わない、波長のまとまった光であることを意味します。これら2つのことからできる像は、色純度の高い鮮やかな像であることがわかります。このことを光の波の図で表してみましょう。上の図は波長が大きく異なる光波の組み合わせ、下の図は波長の差が小さな光波の組み合わせを表しています。波長分布のグラフのような感じです。中央左のハレンのグラフは、これらの波を足し合わせてできる波を表しています。波長の差が大きな波を足し合わせると、上の方の波長分布のグラフのように非常に狭いハレンの波になりますが、波長の差が小さな波の場合、下の波長分布のグラフのように長いハレンになります。このように短いハレンは広い波長幅の光が集まった光波なので、鈍い色に、長い波長の光は狭い波長幅の光が集まった光波なので鮮やかな色に対応すると言えそうです。そこでハレンの長さということを意識して身の回りの世界を見たときに、どのような光が身の回りにあるのだろうかという疑問が湧いてきます。大雑把に言うと、長いハレンで狭いスペクトル幅の光としてはレーザーがあって、これら以外の身の回りの光はこれよりもはるかに短いハレンで広いスペクトル幅であることがわかります。もう少し詳しく見てみましょう。今自分が写真を撮っている被写体からどのようなハレンの光が来ているかを知ることは容易ではありませんが、被写体を照らす光源の光について一般的な評価をしたグラフです。太陽光は可視光線全体を含むので、波長幅も広く、ハレンの長さも極端に短いのですが、被写体で反射してくる光はそれに比べて波長幅は狭くなり、ハレンの長さもかなり長くなっているものと思われます。真っ黒な背景の写真をいくつかご覧ください。最初はアジサイの花です。タンポポの綿毛の写真でも黒い背景が得られました。この睡蓮の写真は背景は真っ黒ですが、花びらは透明感を感じさせる写真です。ガーベラの花は特に透明感のある鮮やかな色になりました。
今までの説明でもわかるように、写真の明るさ、ハレンの長さ、ゾーン数は直接関係があります。入射光のハレンの長さを一定して考えると、ゾーン数の小さなゾーンプレートほど入射光を十分利用して写真を撮影できるので、このようなグラフができます。ここからは同じ焦点距離でゾーン数の異なるゾーンプレートを使った写真を比較してみます。焦点距離 100mm、ゾーン数9および39のゾーンプレートで撮影した多肉植物エケベリアの写真です。ゾーン数39の写真では背景が真っ黒に写っているのに対して、ゾーン数が9の写真では背景もはっきり写っています。ハレンの長さとゾーン数の関係がはっきり出ている写真です。ゾーン数の効果はここまで述べてきたようにハレンの長さと関係するだけでなく、実数の異なる解説項との関係があるので、いつもゾーン数が小さい方がシャープなわけではありません。このように被写体光電の条件によって像の上での明るさ、暗さ、鮮明さが目で見た時と異なるのがゾーンプレートの大きな特徴と言えるようです。一次焦点に集まる十分長いハレンの光について言えば、ゾーン数の多いゾーンプレートほどシャープに収束します。この写真はそのようにゾーン数が27のゾーンプレートの方がゾーン数9のゾーンプレートよりシャープに写ることを示しています。このように写真のシャープさはゾーンプレート側の条件だけでなく光の条件にも左右されるので、ゾーンプレート写真の出来上がりを予測するのは意外に難しい作業です。光の波の属性としてはここまで見てきたように、その強さ、波長、変更、位相が考えられます。このうち強さと波長は写真の基本と言っても良い最も重要な属性です。普通写真を撮るときには光の波の強さで被写体の形についての情報、光の波の波長で被写体の色についての情報を得て十分に活用しています。普通の写真を撮るときはこれで十分です。変更は光が音波のような縦波と違い、電磁波という横波であることによってできる属性です。進行方向に対して直行する面内でどの方向に振動しているかという情報です。変更は通常の写真では必ずしもそれほど重視されませんが、撮影対象の写真によっては極めて重要な情報になります。例えば水面での反射光は変更の向きに強く依存するので、このことを考慮して変更フィルターを使った撮影が行われます。これに対して光の波の位相は普通のレンズ付きカメラによる写真撮影では全く考慮の対象となりません。しかしゾーンプレート写真の撮影に関しては光の波の位相は極めて重要な情報であることはこの動画の議論で分かったかと思います。ゾーンプレート自体が現在までのところ撮影機材としてはあまり用いられていないにもかかわらず、写真撮影以外の分野では研究開発及び利用が進んでいます。同様にゾーンプレートそのものではありませんが、光の波の位相と干渉を利用した光学装置として OCT すなわち光学的コヒーレンストモグラフィーの研究利用が進んでいます。これはまさにここで説明した短い波連の干渉による現象を利用した医学装置です。
最後までご覧いただきありがとうございました。今後ともゾーンプレート写真及び赤外線写真を対象としている本チャンネルアトリエボンリューをよろしくお願いいたします。